こんにちは、新海月里奈です。今回も今年の2月連休から私に起きた奇妙で不思議な体験についてお話ししてまいります。今思えばとても不思議で悪夢のような出来事でした。天の声が聞こえ、壮絶な憑依体験と時に覚醒状態にもなり、ピーク時には使命のようなメッセージも受けるという、この体験が何を意味しているのかは今現在も模索中ですが、全てはこの地球のバランスを保つための私がすべき使命、任務だと思っています。何の身分も立場もない私が身の丈知らずのことを言っていることは重々承知なんですが、それぐらい不思議なことが映画のシナリオのように起きているので、とにかくこの奇妙で不思議な出来事を動画で発信していって、皆さんのコメントやアドバイスをいただきながら一緒に追求解明していければと思っておりますので、もしこの動画をご覧になって皆さんなりに気づかれたことや、もしかしてこういうことなんじゃないと感じられた方は、ぜひコメントをしていただければと思います。さて、前回セッション32でお話しした天の声が私に浴びせたあの怒号。お前が岩となんか隠れてっから俺たちみんな困ってるんだろ。お前があったかい部屋でパソコンやってる間、俺たちはひーこら働いてるんだよ。そんなすごい能力持ってるって自分で言ってるなら、戦争もコロナも天災も全部止めてみろよ。この怒号から凄まじい戦場の光景が頭の中に映し出され、戦場で怯える人たちの恐怖の念が私の体に憑依したところまで前回お話ししました。今回はその後に私が取った行動についてお話ししてまいります。北へ南へ西へ東へ神社参拝。壮絶な戦場の想念に憑依された私は、今一度天の声の言ったことが何を意味しているのか考察してみました。お前が岩となんか隠れてるから俺たちみんなが困ってる。お前があったかい部屋でパソコンやってる間、俺たちはひーこら働いてるんだよ。そんなすごい能力持ってるって自分で言ってるなら、戦争もコロナも天災も全部止めてみろ。これは天の岩戸神話のことで、太陽の神アマテラス大神が洞窟に閉じこもったっきり一向に出てこないために世の中が暗くなり、疫病や争い、天災、あらゆる災いが起きたという神話です。アマテラス大神が実在したかどうかはまず置いといて、天の岩戸神話を私という立場に置き換えて考えてみます。すると、私には何かすべきことがあって、それをちゃんとやってないから世の中にマイナスの影響を与えていると解釈してみるんです。もちろんまだ仮説です。前回の動画でもお伝えしたんですが、私はこれまで神社仏閣、神道について詳しくはなかったです。神社仏閣は好きな方ですが、御朱印などを集めてる人に比べれば極めて私は観光レベルです。また昔から宗教にこだわりがなく無宗教派です。だからなおさらこういった天の声が聞こえる現象が私自身不可解で不思議に思うわけです。また天の声の怒号が何を意味するのかを探るにも、天の岩戸神話という神様が相手ですから、まず神様と向き合うための姿勢といいますか、無礼がないように最低限の身構え、心構えを私は整えようと思いました。そこでふと私は家にまだある古いお札やお守りに気づくんです。古いお札は年に1回神社に納札するのが神道の礼儀です。でも恥ずかしながら私の家にまだ納札してない古いお札、お守りがいくつかありました。明日にでも納札しようと古いお札と家中の古いお守りを集め準備をしました。で、どこの神社で納札しようか考えるんですが、古いお札とお守りはそれぞれ異なる神社でいただいているものなので、他の神社の授与品でも納札可能な江ノ島神社に行くことにしました。ただ、江ノ島神社のご祭神はアマテラス大神ではありません。なので、まず一番最初にアマテラス大神を祀る神社にご挨拶に行って、そしてその次に江ノ島神社に行って古いお札とお守りを納札することにしたんですね。各所参拝してお札をもらった詳細についてはまた他の回で詳しく説明しようと思います。で、この時はまだこの2箇所を参拝して完結してたんですが、実はこの日2022年3月10日でウクライナとロシアが初の外相会談を開いて第1回目の停戦を交渉した日なんです。私が神社に行って平和をお祈りして
お札をもらったことを聞いて世界が変わるなんて思ってませんが、この会談はご存知の通り何の改善もなく終わったんです。だからっていうわけではないんですけど、私はもっと他に自分がすべきことがあるんじゃないかと、その夜全然眠れませんでした。で、夜中の3時過ぎになってパチンと蛍光灯がつくような音がしてメッセージが降りてきたんです。で、その時受けたメッセージっていうのは、今日は北へ伊勢山天正皇太神宮、南へ江ノ島神社に行った。明日は西へ東へ行きなさい。西へ東へ、一体どこだろうと私は考えました。西の方角には娘が七五三祈願に参拝した氏神の高大神宮がある。そして東の方角には鶴岡八幡宮がある。これをなぞると自宅を拠点に北へ南へ西へ東へ十字を切って参拝することに気づいたんです。この十字を切って参拝することを知った途端、私は体に激震が走りました。なぜならこの十字が交わる中心エリアに私が今いるこの家があるからです。もう興奮が止まりませんでした。早く朝になれって思いました。一刻も早く西の皇太神宮に行って東の鶴岡八幡宮に行って使命を果たしたいと思いました。とうとう朝まで一睡もできず、一人悶々と過ごしたんです。この北、南、西、東のルートをまとめますと、1日目、私は北の伊勢山天正皇太神宮で決起の挨拶をし、南の江ノ島神社で古いお札を納札、新しいお札をいただき、江ノ島の洞窟では天の岩戸開きを再現し、そして2日目、西の皇太神宮に行ってお札をいただき、東の鶴岡八幡宮へ行ってもお札をいただき、最後はお告げにあった源頼朝様のお墓に向かうのです。で、この4カ所の神社へお札をいただくルートでは、移動手段に自転車とバスを使ったんですが、自転車が私には馬に見えて、バスはカゴに見えました。そして私に怒号を浴びせた天の声もついてくるんです。どうも天の声は私のお供のような立ち位置で、幕末の武士のような土方歳三が着ているような洋装に腰に刀をつけていました。で、私は天の声に対してお前と上から目線で呼ぶんです。私は白装束を着ていました。天の声と私の立ち位置、力関係があの怒号からここに来てひっくり返って真逆になったんです。鶴岡八幡宮に入ると、第一チャクラから第七チャクラまで全部開き、耳の穴も開いてずっとボーという汽笛のような音がするんです。そして頼朝様のお墓に向かう途中で、私を迎え入れてくれるような砂嵐が舞い、お墓の前まで行くと、そこには頼朝様が待っていらっしゃいました。源頼朝様のお姿が私には見えたんです。頼朝様は黒に金色の細かな刺繍が施された滴を着て、烏帽子をかぶっていらっしゃる。お年は50歳ほどで小柄。私を見るや否や笑みを浮かべ、おお、よく来たよく来た。はよちこよれ。うんうんと、私を優しく招いてくださいました。私は涙があふれ出てきました。懐かしくて懐かしくて、やっとようやくにしてここにたどり着けた気がして、私は早速これまでの経緯のご報告と決起の挨拶をしようとしましたが、涙が次から次へとあふれ出てきて、もうまともに話せないんです。すると頼朝様は、もうよいよい、全部わかっておる。さあもういいからしっかり頑張るんじゃぞと。頼朝様は全部お見通しでした。何も言わなくても全部知っていらっしゃいました。私がこれまでどんな人生を歩んできたのか、どんな出会いがあってどんな別れがあったのか、そして天の声のことも。懐かしくて懐かしくて、まだたくさん話したいことがありましたが、頼朝様は、もうすぐ姫が帰る頃じゃろ、はよ戻りなさいと。この時時刻は午後2時過ぎ、間もなく娘が学校から帰宅する時間です。私は、ありがとうございます。最後までしっかり頑張ります。また参りますねと告げ、頼朝様とお別れしました。一気に体の力が抜け、道に倒れ込みそうになりました。もう2月連休から大して寝れてないですし、食欲不振で断食状態ですし、足元フラフラなんですが、来た道を戻る途中、私は、頼朝様に会えたよな、確かにいらしたよなと、
何度も天の声に確認していました。この何とも言えない感動と驚きと安堵と、そして覚悟を誰かに同調して欲しかったというか、不思議にこの2日間は雲一つない快晴で、どこに行ってもさんさんと照り返す太陽が私を見守っていてくれました。ルートの要所要所で私は太陽に祈りを捧げ、スマホで写真を撮り、都度ツイートもしています。Google マップのタイムラインも記録しています。いつかこの記録が役に立つと思ったので記録を残しました。私のツイッターを遡っていただければ、この時の記録が確認できると思います。次回のセッション34では、私が覚醒し、天から告げられたメッセージ、地球のへそと地球を支える3つの要素についてお話ししてまいります。次回の動画もぜひ見守っていただければと思います。今回の動画の内容について何か気づかれた方やご感想を持たれた方は、この動画のコメント欄にぜひ書き込みをお願いいたします。必ず返答させていただきます。また LINE ビジネスアカウントと新買い付けサロンを開設しております。 LINE ビジネスアカウントでは最新情報のお知らせ、新買い付けサロンではここで紹介しきれないお話やオンタイムで感じたメッセージ、インスピレーションを記事やラジオでお送りしております。ご視聴になりたい方はこの QR コードかこの動画の詳細説明より新買い付けリナのアカウントにアクセスしてください。